こんにちは、トレジャーズです。この度、私、念願のアウターアイランドへ行ってきました。私たちが住んでる上野島ですとか、これまで動画にしてきたトノアス島、トル島、ジープ島なんかの島は、中区環礁という環礁の中にある島なんです。が、中区州自体は結構広くてですね、この環礁の外側にも中区州の島というのがたくさんあるんです。地図で見るとこんな感じです。中区環礁がここで、モートロック諸島とかホール諸島とか、距離にすると東西で600キロちょいが中区州なんです。広いですよね。日本で言ったら東京から広島くらいの距離があると思います。で、こういった島々には人が住んでる島もいくつもあるんです。ただ、それらの島っていうのは交通手段が非常に乏しいんです。滑走路がある島が概要に3つあるんですけど、定期便はないですし、船で行くこともできるんですけど、なかなかスケジュール通りに運航しないことがあります。で、もし仮に行けたとしても宿泊施設がないので、知り合いがいなかったら寝泊まりする場所がないので、観光客とか、私たち外国人が簡単に行ける場所ではないんですよね。そんな概要の島に今回中区州政府の教育局の人たちがダイビングクルーズ船のオデッセイを利用して視察のトリップに行くということで、オデッセイのキャプテンからお誘いをいただいて、私も行けることになったんです。もうほんと嬉しくてですね、私ずっと概要の島に行ってみたいって言い続けてきたので、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。現時点では2回概要の旅に同行させてもらってるんですけれども、今回は1回目に行ったロサップという場所の動画を公開しようと思います。ロサップは中区環礁から南東に約80キロほどの場所にあって、今回1日目にネマ島、2日目にピサマール島、3日目にロサップ島と3つの島に行ってきました。ですので動画も3つ公開する予定です。今日はちょっと島の動画ではないんですけれども、上野島を出発してネマ島に到着するまでの様子をご覧いただこうと思います。もうね、編集してたらこれだけでね、1本分できちゃったんですよね。ただ、港を出発してね、概要のうねりに揺られ、島に到着し、停泊の部位をつなげる。なかなかね、普段見られるシーンではないと思うので、楽しんでいただけると思います。ぜひ、最後までご覧ください。では、本編スタートします。はい。
2時15分、上野島を出発しました。これから中区間所を抜けて、明日の朝、最初の島に到着するということです。現在午後3時半ぐらい、夏島、秋島を抜けて、もうすぐ冬島に差し掛かります。このまま、サラットパスを抜けて、南東方面に下っていくようです。はい、現在午後4時半になりました。今ですね、これ見えるかな、ジープ島を通過しました。まだまだ環礁の端の島は遠いですね。現在5時20分、今から、サラットパスを抜けて中区間礁の外側に出ます。環礁を出た途端、結構大きなうねりがありますね。ちょっとね、動画では伝わりづらいと思うんですけど、大きく揺れています。あれNo more? Finish?お、いたいた、イルカ見えるかな。こんばんは。現在夜の10時です。どの辺まで来たのかわからないですけど、明日の朝6時ぐらいに到着って聞いてるんで、まだまだかかりそうです。内容はもうかなりうねりが大きくて、すごく船が揺れてます。グラスも割れたしいろんなものが倒れてきたりとかしました。私はとても乗り物に弱く、今ね、薬を飲んだので、なんとか耐えてるんですけれども、なんかする余裕はないので、ひたすらベッドで横になって耐えています。また夜明け後、ではおはようございます。現在朝の5時です。最初の島ネマに到着しました。まだ日が昇ってなくて真っ暗なんですけれども、この後明るくなってからもう少し島の方に寄って船を停泊させるっていう感じです。おはようございます。おはようございます。元気みんな、早いよ朝が。おててちないて謎テンション。5時25分、タンクのチャージをしてます。ブイがあるみたいで、ブイがけするために潜るタンクです。現在朝5時半、明るくなって島が見えてきました。ネマです。
いがけ開始です。作業ダイバーが向かいました。6時45分、部位掛け終了です。お疲れ様です。